バージョン3インビジブルレイド。皆さんどうも RRR です。最近少し寒くなってきましたね。とか世間話は置いといて進捗紹介していきます。ガトリングキャノン実装。少し前にトップウェポン行ってあやが IOUTUBE の番外編で出してましたが、ガトリングキャノンを作りました。せっかくなので方針の海底アニメーション、これは失敗したやつ。方針の海底アニメーションで実装しました。発射中がぐるぐる回るなすき。横から見るとこんな感じ。ただ一つ悩みがあって、レフトウェポンとの使い分けに関してです。本作は前作と違い、レフトウェポン、ライトウェポン、トップウェポンを全て同時に使用できるようにしてます。その分、各武器ごとにしっかり使い分けというか、役割を決めたいなと思うんですよね。イメージはこんな感じ。トップウェポンはあくまでサブで、原初の効くガトリングキャノンはレフトウェポンなんじゃないか。ということで、レフトウェポンで作り直したのがこちら。トップウェポンのガトリングキャノンも欲しいけど、全体のバランス的にはこっちの方がいいはずなんだ。ただ、これも使っててマシンガンとの差別化ができてないなと。もう一つの参考資料をちらり。これもいいな。というわけで実装してみたのがこちら。アサルトライフルとマシンガンの中間みたいな使い勝手で、なかなか面白いじゃないか。標的のメリハリもつくし、なんとなく ACNK のマガジンっぽい気もする。紆余曲折ありましたがガトリングガン、完成です。でもな、ガトリングキャノンも捨てがたいしな、やっぱロマンとかそういうのがある。ニューゲーム。ゲームの初期設定、タイトル表示、ニューゲームの流れと各画面を作成しました。ここは初回起動時に表示される画面。言語の設定やコントローラの動作確認ができます。コントローラ周りで一番大きいのは決定、キャンセルボタンの設定かな。PS5 は聞くところによると×ボタンが決定らしいじゃないですか。これがタイトル画面。と言ってもまだ仮です。今作ではデータは3つまで作成できるようにしてみました。まあ PC なのでファイルが置いてあるところへ行って別のフォルダに寄ってちゃえばいいんですけどね。ニューゲームの場合は、まずは名前の入力から。ここはキーボード仕様で、漢字も使えます。その後、ちょっとしたオープニング。企業が支配する世界、かつそれもまだ仮ですでに消失し、地球サイドの支配と変えたいけどな。最高統治機関、GAU は企業の管理機構として名ばかりの役目を担っていた。新規格の戦闘兵器バージョン3と、それをカレニードスの傭兵たちの登場、企業間の衝突は新たな要素を呈していったがこの騒乱の時代もいつかは終わりを迎えると、誰もが信じていた。あの最悪が起こるまでは、世界観をさらっと説明するいい感じのフレーバーテキスト作文。楽しいけど難しい。そしたらメニュー画面でメール来て、登録試験が始まる。ということで、まだ未完成の部分もありますが、ニューゲームの流れができました。こうして流してみると、ある程度ゲームっぽくなってきたと感じられますね。まあまだミッションループやエンディング、クリア後とか色々足りないんですが、そこはおいおいやっていくということで、あとは細かい内容もちらほら。コントローラ振動実装。ダメージにコントローラが振動するようにしてみました。振動の大きさはダメージ量ではなく、時期が受けた衝撃力で決定されます。ブレードやグレネードなど衝撃の大きい攻撃は振動で分かりやすくなりました。逆にレーザー系など衝撃がない低い攻撃の場合は、しっかり見てないと気づくと AP が減っていたということになるかもしれません。威力が小さいけど衝撃力が強い攻撃の場合は、振動によってプレイヤー的には避けようという心理が働くと思うので、ボス戦などに使えるかもしれません。メニュー画面回収。メニュー画面のデザインを全体的に調整中です。大きく変えるわけではないんですが、細かい部分で色々と。メニュー画面はもう2年以上かけてちょいちょい作り足していってますからね。2年前の自分と今の自分が好き勝手作っていると、やっぱり微妙にセンスの違いみたいなものが出てきてしまいます。あ
ーナ使用検討。本作のアリーナの使用を考えました。まあ面白いかはわからないんですが、現在画面を作っているところなので、ある程度できたら実際に触ってみて面白そうなら採用にしようと思ってます。その辺の話はまた次回以降で。そろそろ新しいミッションも作りたいところですね。ステージの案はいくつか浮かんでるんですが、肝心の内容がな。はい、というわけで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。